こんにちは、ゆっくり雑談の時間だよ。今回は久しぶりの人物紹介動画だぜ。へえ、もう22回目なのね。それで今回は誰？モラード博士だ。最初期から登場しているキャラの一人だな。初出は2巻よね。そう、ラルゴケンタウリに切られたコーラスサードを治療したのが彼だ。そして彼の最大の仕事といえば、エストとタワーを生み出したことだろう。すごいわよね。頂上の力を持たないファティマの中ではおそらく最強の存在と、頂上の力を持つファティマを超えたファティマの両方を生み出した。ファティマの枠を超えた超人類を作ることに成功したのは、クローム・バランシェとモラード・カーバイトの二人だけだろう、今のところは。そうね、単に戦闘力が高いファティマを作ったわけじゃないのよね。最初期のキャラクターシートではバランシェと同じように長命化処置をしていて、明確にバランシェとライバル、という関係性が強調されていた。確かに。当時、この明るいおじさんがこうなってしまうのかってすごく気になったわ。そんなモラードについて時系列を追って紹介しよう。まず、モラードはアドラー星のダスニカで生まれた。ダスニカ？あのダスニカファティマと人造騎士を生み出したダスニカ新生連合の？デザイン図2にはそう明記してある。地図を見るとここだな。アドラー星ってこうなってたのね。右上がトラン連邦共和国のバストーニュ。一巻でユーバーがお披露目を開いた都市だぜ。そして左側がバキンラカン。天意を授ける聖帝がいる国だぜ。ママドアユーゾッタとディモスハイアラキの国ね。そしてオルカオン・ハリスとその娘、マドラの出身国でもある。県政が二人も、勝負の国って感じ。そして中央にあるのがダスニカとヨー軍。ここが組んで色々な陰謀を巡らせているわけだ。モラードとダスニカに繋がりがあるなんて知らなかったわ。彼のような天才ガーラントを輩出するってことは、やはり超帝国の名残なのだろうな。本当に何にもなかったらロストテクノロジーの最高なんてできないでしょうし、身も蓋もないけど。そんなモラードはトランの南にあるシュリーズ共和国にあるバルチックアカデミーで才覚を表す。バルチックアカデミーって大学みたいなのじゃないの？どうも巨大研究学術都市でガーラントやスライダーが集う集合体みたいなものらしい。学校や塾とは違うとデザイン図2に書いてある。じゃあプロとセミプロの寄り合いみたいなものかしら？学者の世界でいう学会だろう。そして極めてレベルが高いはずなのだが、以前紹介したギルフィー・ビリジアン博士は低レベルだと言ってすぐに出て行ってしまった。やはり超帝国のアカデミーと比べると劣っているようだ。そりゃ仕方ないわよ。しかしモラードは聖断史に残る仕事を成し遂げる。GTM ガーラントのルミラン・クロスビンと組んで、エストとダッカスを生み出した。GTM とファティマのペアを意識するっていうのは極めて稀で、他には、後に救命艦ことデモールの開発に携わったバルター・ヒュードラー博士くらいじゃないかな。バルターもファティマのガーラントと組んでいれば、エトラムル型の試みはスキップできただろう。ああ、そうか。モラードとルミランはそれぞれ分野が異なるガーラントだものね。その点、バルターはどうも開発責任者一人体制っぽい。まあ、ファティマ嫌いなだけっていうのもあっただろうけど。そしてエストとダッカスをめぐるゴタゴタについては、簡単に紹介しておくぜ。エストの人物紹介でやってるものね。エストをめぐるトラブルのせいか、ルミランの死後、消耗したモラードはから見ての、学術都市マルサラへと移る。ここでコーラスセカンドと出会ったんだぜ。ああ、コーラスとの縁はから見てでできたのね。そして、このタイミングでエストは種を自分で探したいと言い出し、ファンタムプログラムが実装される。なるほど。そして旅立ったエストはすでに騎士を引退していたツーリー・パイドルを最初のマスターにする。パイドルはウモスの剣士難役だったんだ。引退後にコーチをやっているようなものだ。じゃあ、新刊のあのイメージ画像って、ファンからはなんかパイドル若くねってツッコミがあったな。ただこの設定がどうなるのかは、長野先生のジョーカー太陽星団観測次第だな。その後、ウモスとクバルカンの間で戦争が勃発し、パイドルはアルテンサヤステとシズ、破裂の人形に敗れるわけだが、モラードはコーラス2世と一緒にエストを回収に出向く。多分決戦ということでエストのそばにいたんだろうな。ありそう。だよな。で、ここでエストはコーラスセカンドをマスターとして、コーラスへと出向く。ただし黒騎士の襲名はしていない、ヨーンと同じパターンだ。こうしてコーラスにやってきたエストはやはり剣士難をしていたロードスドラグーンと出会って、二代目の黒騎士にする。ここまでが2巻のやりとりに至る経緯だぜ。この間、モラードはコーラスサードをファティマに転ばせたウリクルを作ったりと色々活動している。へえ。ちなみにパルスエットは工場生のファティマだが、モラードが手をかけたファティマだ。意外だわ。じゃあ、ヨーンはモラードファティマと縁があったのね。他にはファティマビルドもモラードの作品だ。確かヤクとミラージュに青騎士を両断されて片手片足を失っていたわね。そうそう、愛車に助け出されて生き延びたビルドをモラードは再生するのだが、この時、ビルドが再生層の中で見た夢こそが御未来。生誕歴1万8000年の樹能で、
神話上の存在となったファティマが、醜い化け物として再び生み出されていた。こうして見ると、モラードってかなり物語の本筋に絡むファティマを生み出したり、存在感あるわね。ウリクルもパルスエットもエストも、めちゃくちゃ主に愛されるタイプのファティマなんだよな。ウリクルとエストはほとんど魔女的だと言えるくらい。パルスエットはけなげ。エストはともかくコーラスさんの件は、ね。エルメラ王妃の立場からすると許せないレベルだと思うわ。宮廷陰謀者だったら、ウリクルは確実にいじめの対象になっているし、毒とか盛られてる。精霊がいてよかったわよね。解任してなかったら王朝断絶の危機だったわよ。2巻時点ではエルメラに元ヤン設定がついてなかったから、じっとりした怨念を向けていて怖いよな。彼女にとって元ヤン設定は救いなのよね。さて、ここまでのモラードの活動とその作品はすごいんだが、それでもまだ人のレベルだった。まだ頂上の存在に触れてはいない、家系的にそういうのと近かったバランシェとは違う。バランシェは天才学者の家系だけど、設定を見る限りモラードは一大の傑物なんだぜ。そんなモラードに転機が訪れたのが3巻。コーラスハグーダ戦でラキシスと出会った時だ。この時、ラキシスは本性を見せてフランス語で父や夫、血の十字架を責めないでほしいという。5つの星の物語の詩を読んだりしていて、すごく象徴的なシーンよね。このラキシスを見たモラードは戦慄するんだぜ。これ、どういうことなの？解釈は揺れるが、明らかにモラードはラキシスの本性を見て、バランシェが超人類を作ってしまったことを悟ったんだよ。だからラキシスは父を責めないで、という。同時に、この先の歴史を予言しているようにも見えるんだよな。夫を責めないで、血の十字架を責めないでっていうのは、ああ、ミラージュが星団を制圧するから。ちょうどレッドミラージュのお披露目でもあったし、明らかに意識しているだろう。なるほどね。設定上、リアルタイムでこの時点でもすでにモラードはタワーというファティマを作ることは決まっていた。ただしタワーがどんなファティマかといえば、騎士なしでモーターヘッドを動かせる、ゴートミラージュの知って程度しか情報がなかった。超帝国もためもいないし、命の水も出てきてないものね。このタワーもまた頂上の存在だってことがわかるのは13巻。コーラス上でラキシスと対面した年、星団歴2989年。モラードはハス派の王宮でウタメのムグミカと対談し、そこで命の水を使ってファティマ、タワーを生み出すよう依頼されるんだぜ。この時、ムグミカはナインがクラウン銀河の中心で見たものについても、モラードに語っている。人が点滅する光の点になり下がっていたこと、よね。これは多分、5スター物語全体を貫く巨大なギミックだと思われるが、それについては、後で話したい。この悪夢を見たムグミカは人は、私たち人間の希望は私たちの知る人間であってほしい、という。機械や人工知能は人間と認められない、っていうのだ。そしてタワーこそが、遠い未来の惑星フォーチュンへと繋がる人類の希望だという。難しいわ、整理して。ムグミカが言うことは簡単だが、解釈の幅がある。まずムグミカは未来にわたっても人類が継続していてほしい、それが希望だという。そりゃ、未来において人類が絶滅してたら嫌だもの。ただし、その人類、人間は、私たちの知る人間であってほしいという、エゴだけど、と補足して、つまり人間の情報を丸ごとコピーしてコンピュータに保存して、生きてます、これが人間ですって言われても私には人間と認められないっていうことだ。それって何が人間かって定義に関わってこない？もちろん、だから私たちが知る人間であることが、ここではムグミカの言う人間なんだよ。じゃあ、人間の脳細胞を少しずつ機械に置き換えていって完全に金属生命体になった人間は人間でない？それを見たムグミカの言う私たちが人間だと思えなければダメ、人間だと思えたら人間。はっきりしないわね。私たちの知る人間であることが条件なんだ。光る点として生きていても、ムグミカ基準ではダメ。だから、私たちの知る人間としてファティマタワーを作って遠い未来へと届けるってこと。ムグミカの基準では、ファティマのような人工生命体は人間なのね。だから DNA が一致しているとか手足が2対あるとか、そういうのが条件じゃないんだよな。ムグミカの人間判定はすごく個人的。考え抜いたらそうなるしかない。以前、限定動画で話した魂の定義と一緒だぜ。あなたや私の魂の有無は社会が決めるってこと。なるほど、どうしてムグミカがタワーを依頼したかわかったわ。でもナインが見た光の点って悪夢だったのか、実在だったのかどっちかしら。仮説として考えられるのは、実は今現在進行している星団史が最終的には光の点として、時間のないクラウン銀河の中央に留め置かれるってこと。ムグミカはそれは嫌だって考えている。もう一つは過去において、例えば超帝国以前の人類が最後に種族の永続のために、選んだのがやはり光の点となることだったということ。もしくは、今のジョーカー太陽星団神話歴史のある時点で全て作り直されていて、オリジナルの人類は光の点になっているということ。
そして未来においてジョーカー人も同じ未来を選ぶ可能性がある。色々考えられるな。本当の歴史はログナーやイエッタが知っているけど、まだまだ明かされていない。おそらく最後の仮説が有力な気がするが、モナーク人やフネームファティマとの関係がしっくりこない。そりゃ F ネームファティマの設定は新しいもの、13巻は2015年よ。多分、真相が明かされるのはだいぶ先だろうな。この超重要な秘密を打ち明けられたのがバランシェじゃなくてモラードっていうのが面白いところだな。そして彼の作ったタワーはセントリーの力を持っていて、人間どころか超次元存在になっている。むしろ F ネームファティマの方が人間っぽいくらい。だからムグミカの懸念は、ある意味で杞憂だったのだと思う。ファティマを人間と認めるのだから、F ネームファティマだってムグミカの考える人間だろう。だから人類の後継になり得ると思うぜ。ハルペルコとインタしての件もあるし、やはりモラードはアトール聖堂王朝とは関係性が深いな。バランシェは AKB よね。そんなモラードだが、最新のイラストによるとなぜか若返っていてなぜかエストはフィルモアの紋章をつけている。多分未来においてヨーンがエストを手放した時に一緒にフィルモアに行ったのだろう。その時にツバンツヒと同じように15を人間化したと思われる。だから寿命もなくなって、ウィルに同情してタワーの誕生まで見届けてるんじゃないかな。デザインズ2時点では、やがて死ぬ自分に代わって、タワーにラキシスを追い、そしてファティマたちを見ていって欲しかったのだろう、と書いてあるが、この時点では15人間になる予定はなかったのよね。タワーもファティマを見るどころか、面倒見られてそうなキャラだし。ひらがな喋りだものね。イラストではキリッとしてたのに、長年のファンにとっては、予想を裏切るキャラだったと言えるだろうぜ。モラードが15人間に転化するってことは、桜子よりも長生きするってことよね。その可能性は高い。多分バランシェのようにやりきって人生を完結させる側の人間と、自分の代わりに自分のコピーを残す側の人間って違いだろう。モラードはタワーを作った責任を果たすためにコピーを作ったと思う。15人間化は自分自身の延命ではないっていうのが辛いところよね。それができればバランシェも延命してたかもしれないな。さて、モラードに関してはこんなところだ。これからも出番が多いキャラだろうな。そうね、ところでダッカスとエストが敗北した時、彼はどう思ったのかしら。旧設定では死後のことだけど、現設定ではモラードは生きているからな、すごく複雑そう。そのあたりも、リアル時間でだいぶ先に描かれるかもしれない。とにかく待ち続けよう。といったところで今回の動画はおしまいよ。おっと、告知だぜ。ウプ主が冬込みに応募したぜ。受かるのは3人に1人だけど、受かったらまた告知しようと思うぜ。へえ、限定では、やる言ってた気がするけど、ようやくね。申し込み期間が短いんだ。SNS で告知するようなイベントでもないし。まあ、受かるかどうかわからないけど、用意だけはするでしょ。まだ先の話だし、な。ここまでご視聴いただきありがとうございました。良ければチャンネル登録や高評価いただけると幸いです。それじゃ、またねー。